マーさんのレトロゲー、のんびり実況始まるで。グーニーズ2フラッテリー最後の挑戦やります。マーさんはこのゲーム、やったことありますか？むちゃくちゃ遊んだで、それこそ空で何度もクリアした。ということは、今回の動画は短く済みそうですね。そうはいかの金玉。30年ぶりのグーニーズ2。全部忘れとった。そりゃそうか。マイキー、たくさんダメージ受けていますが、操作もおぼつかん。ヨーヨーさばきも劣化が激しい。ハンマーを取りました。これも読んでくれるんや。こんな感じで扉に入ると 3D ダンジョン内を叩いたり道具使ったりする。アイテム入手もすべて 3D ダンジョン内で行います。鍵をっとる。キーホルダーを取りました。この先の天井に穴開いとるんやけど、最後の方で行けるようになるんやろなと思ったら、当時ワクワクした思い出よ。この頃のファミコンではよくあった演出ですね。マップの端の方に見えとるけど行けん場所や、初めは見えとるけど取れん宝箱、大好物です。さて、地下に来ました。グーニーズ1の2面のイメージやな。 BGM もそれっぽい作りで、前作を遊んでいると記憶が掘り起こされて楽しさ倍増でした。とりあえず扉。とりあえずウーロン茶。受信機を取りました。この先進むと裏ステージやけど、それは後で。奥にアイテム取りに行くで。パチンコを取りました。奥行っとこか。年寄りはメガネがないと困る。マイキー、メガネを持っておるか？便利だぞ。ヒントをくれるおばあちゃん。これからもお世話になります。さっき拾ったパチンコはこんな感じで装備を変えて使うんやで。浮きの表示が活かす。あとは表ステージ、裏ステージもここで確認や。マイキーの現在地が赤丸、幽閉中の仲間が青丸で表示されとる。青丸は対応した受信機を取らないと表示されません。ほな、アイテム取った件、裏ステージ行こか。一人目の仲間を助けに行きます。ピンチ。ピロリロリロ、あの音鳴ったら電話やで言っとったんを思い出した。はいはい、電話。裏面行こか。扉を進めば裏に。来ました裏面。仲間の位置を確認。現在地から2つ上、1つ右。裏の地下から屋敷へ。頻繁に確認しますね。マーさんの記憶力が死んどるもよ。悲しみ。やめてカラスさん。体力あとわずか。仲間を助けると体力回復するけん、それまでなんとか耐えれば。仲間はすぐ隣の扉ですね。またマップ見てる。マーさんの貝は死んどるん。扉あったで。売るか。右の部屋へ。なんもないときはとりあえずハンマー、壁をぶったたけ。ハンマー。行くでどっせー。おった万能すぎる鍵を使って。遅いぞ、マイキー。殺されるかと思った。これで体力全開。最大値も1増えます。そういえば素通りした初めの部屋。とりあえず調べる。ショーパンぐらいで。格ゲーオツ。ボムボックスを取りました。爆弾使えるようになったで。火炎瓶も早く欲しいですね。2人目の仲間探しに行くわ。途中の寄り道で揺らしたー。ミスしましたが扉にたどり着けました。グーニーズを助けるとライフの最大レベルがアップするぞ。知っとるやん。この情報のためにケアしたん。まあ気を取り直して表面に戻り仲間を探しましょう。そうしようか。この地下のさらに下にワープの部屋がある。このはしごを降りる感じ、前作3面のジャンプシューズを使ったワープ面に似ている気がしますね。ほんまやな。ジャンプシューズが好きすぎて、あのステージでしか使えんと知った時は結構ショックやった思い出。それはありますね。よく来なさった。ここはワープの部屋でござる。危ない。ファンタジーゾーン2動画で散々やったやつ。さすがはワープ。全然違うところに到着したわ。滝などありますから、前作の場面を連想させるステージですね。 BGM は明るめになった。何か用ですか？用がなければここからさっさと出て行きなされ。クックックック。用はあるんよ。おばあちゃん、肩を5回叩かせてもらうわ。まずは1回。ハンマふひひひ。キャー、助けて。2回痛い。目肩叩き何をする？からの5回目肩叩き。おばあちゃんからのお礼のろうそくゲット。肩叩きのお礼にくれたんですね。おばあちゃんも素直とちゃうんやから。隣の部屋も調べてみる。トランシーバーを取りました。
全部屋くまなく調べていくんよ。なんか見つけた時は世界で自分だけが発見したんちゃうん。そうやって本気で思える体験がめっちゃ楽しかったわ。子供の頃のゲーム体験では、攻略サイトも何もなしで、手触りで謎を見つけていく。貴重かつ、今では得難い体験でしたね。あると知ったら見てまうもんな、攻略サイト。さて、扉も見えましたし、表に行きますか。早速おばあちゃんからもらったろうそくを使うで。暗闇を照らします。この絵面の温度差、タンクトップのマイキーが強すぎる。寒すぎてダメージ、なんてことはありませんので、ご安心を。絶対防寒具アイテムが必要な場面。ダメージはないけど、必要アイテムを集めたら、さっさと退散してあげよう。初見で絶対食らうつらら。暗闇にはろうそく。壁叩いとこ。ハンマー。壁ドン行くで。金庫出た。か、クソ情報やったら許さん。まあまあ。鍵、ラスト1個、メガネでやんす。メガネを取りました。どっかのおばあちゃんが役に立つとか言うとったの。そういえば言ってましたね。ブーメラン発見。念願の新武器や。ブーメランを取りました。私、エスキモーです。お呼びでない。こりゃまた失礼。ちなみに、お呼びでないは、昔のコメディアンのギャグやで。若い子にわかりやすく。ほな、エスキモーに用はないけん帰ろうか。ブーメラン装備するで。これこれ。って何がこれなんだろう。ブーメランは8方向に打ち分けれる万能武器や。パチンコをケチってばかりのマイキーさんもブーメランは打ち放題。武器を持ったやつが相手ならブーメランを使わざるを得ない。そうね、使わざるを得ない。ハートでちょっとでも回復。裏面に向かいましょう。さっき取ったアイテム、メガネを使うて取れるアイテムがあるっぽいけん。鳥に向かいますか。下打ちブーメラン。いろんな方向に攻撃が打てるんは便利やの。子供の頃遊んだ時も、ブーメランを手に入れた時は、相当嬉しかったですよね。真っ暗やけんろうそく。何もない部屋ですが。よく見えんけん、メガネかけるか。そんなバカな。よく、来なさった。記念にこの、特製ヘルメットをあげよう。よかったよかった。おばあちゃん。ヘルメットを、取りました。嬉しいけど、すごいところに住んどるね。ほな、取るもん取ったし、2人目の仲間を助けに行こう。なんとなく鍵の数も回復。さっきラスト1個使い切ったけん、その辺の雑魚を買って、ドロップ品をゲットしたん。ハートをはじめとして、鍵、爆弾、火炎瓶から、パチンコも雑魚のドロップ品で、補充します。そういや火炎瓶、まだ持ってない。ピロリロリロ。ピンチ。電話やで。表到着。タンクトップ寒い。見とるだけで寒い。はよクリアしよう。ヘルメットが効果を発揮。おばあちゃんの遺品。違います。武器を使ってくる相手。覇王昇降剣を使いたい。超必殺はサレンジ。金庫、鍵、もったいない。吊り橋の上では気をつけなされ。さもないとブーメランを盗まれるぞ。めっちゃ嫌や。ハンマー。壁を勝ち割るか。どっせー。ハンマー楽しそう。おった。今助けたるけんな。雪国の監獄。サンキュー、マイキー、兄さんのブランドより勇敢なのね。帰るで。こんな寒いステージからは早々においとましましょう。またつらら。ヘルメット。おばあちゃんありがとう。湿気の多そうな裏ステージに戻ってきました。タンクトップでも大丈夫。吊り橋に向かうで。このゲームでは唯一の外のステージです。滝が痛いが必要ダメージ。ちんたらしとれんので多少強引に。それでも雑魚は倒していく。ハートが嬉しい。表に来ました。やっとテントさんを拝めるで。しかしその前に。わかっとるよ。ここに爆弾置いてな。おか。隠し扉が出現。帰るで。ハイパーシューズを取りました。これは忘れようがない。もう一生覚えてるやつですね。ほな早速、靴履き替えようか。スピード2倍。快適快適。やばい。取られる。ひとまず逃げろ。あかんて。危ね。あいつに触ったら、ブーメラン取られる。かなりあかん状態。仮に取られても、また雪の洞窟まで戻れば、同じ場所に落ちています。もう一回取りに行くん。めんどくせえ。そりゃそうだ。しかし当時はこの泥棒、火炎瓶でワンパンだった気がするんじゃが、
これは、もう確実に取り逃している。かて、どこで火炎瓶取り忘れたんやろか。それを調べに戻るのも、めんどくせえ。でしょうね。さて、最後の泥棒も退治しましたし、当分は火炎瓶なしで、突き進むで。絶対あった方がいいのに。吊り橋を越え、青の洞窟に到着。スパゲッティを思い出す。青の洞窟のソース、美味しいですよね。装備をブーメランに変更。吊り橋の泥棒に、ブーメランで攻撃しても盗まれるので、吊り橋越えたら、安心してブーメラン使えるで。ほな、進もうか。入ってすぐ。前進。暗闇やけんろうそく。金庫は後で。受信機を、送りました。隣の金庫開けるか。金庫の存在は先ほど確認済み。潜水服は、緑の洞窟に、あるぞ。ほう、覚えときます。一応ろうそく使っとく。出た。硬い骨の敵、12発叩かんと倒せん。ここから先は、こいつと同系統の、硬い敵がしばしば出るようになる。ブーメランですと手数が多くかかるので、非常に厄介ですよね。めんどくなったら、火炎瓶でもやっとった記憶なんやけど、火炎瓶がない。なかなか危機的事態です。めんどくさい。お前さんは、持っているか？命を守る、チョッキ、カッパ、便利じゃぞ。持ってへん。おばあちゃん、ちょうだいや。おばあちゃんはヒントをくれるだけで、現物の支給はありません。おばあちゃん。気を取り直して、コナミマンに会いに行きましょう。確かこの右に隠れとんよな。そうですね。リフトに乗って上を適度に縁だ。ようこそ、マイキー、疲れたか？ライフを満タンに、してあげよう。あさす。コナミマン、お礼に肩を叩いて。コナミマンを叩くと二度と回復してくれませんよ。叩きたい気持ちをぐっとこらえて、先に進む。ここはまだ無理やな。ジャンプでは届きませんね。ジャンプシューズを取ってからの楽しみやな。戻るで。さっきの分岐まで持ってきた。すぐ右に扉あったんかいな。ここは表なので、多分裏に通じる扉でしょう。入るで。なんもないとはな。壁がぶったたいてほしそうや。ハンマー。ハンマーのショーパン。格ゲオツ。緑の洞窟。ということは、潜水服がどっかにある。探しましょう。ここかな。うちのショーパンが炸裂。格ゲオツ。何もありません。もっと真ん中あたりを叩かないと反応しませんよ。どれどれ。出た。火炎瓶。ファイヤーボックスを取りました。念願の火炎瓶を手に入れたぞ。これで少しは楽になりますね。お釈迦にしてでも奪い取る。装備を変更。仲間の位置も確認。やあ、間欠泉。カッパを取ると防げるそうです。早速使ってみるか。火炎瓶。当てるとブーメラン6発分のダメージ。それなりに楽になります。下行くか。扉や。とりあえず入りましょう。とりあえずウーロン茶。金庫か。どうしよう。開けるべき？わから。コナミマンは、グーニーズの味方、ライフを満タンにしてくれるぞ。久々のクソ情報。知ってる速報でしたね。壁の勝ち割り来たか。ドワーフの地にハンマー使わせるとか。どっせー。開いた開いた。また何もないですね。ショーパン。格ゲオツ、何もありません。これやったら、メガネでやんす。そんなバカな。またクソ情報やったら許さん。おー、出ました。潜水服を取りました。これがあるけん。金庫、開けんと放置はありえへんのよな。クソ情報が入った金庫が相手でも、鍵を使わざるを得ない。おお、火炎瓶。案外補充できるので、硬い敵には積極的に使いましょう。扉行くで。鍵くれんかな。出ませんでした。早速怪しいのでショーパン。本当は全部知られてます。爆弾出た。ボムボックスを取りました。金庫。鍵がない。さっきのクソ情報ね。まあまあ、外で鍵を集めて、また来ましょう。しゃあなしじゃな。鍵取るで。燃やせ。火炎うわ瓶。よっしゃ、気合の。鍵ゲット。早速先ほどの金庫に戻りますか。いや、ちょっと先も見ていくわ。新たな扉。入りましょう。なんもない。ひとまず色々こづいていきますか。何もありません。壁ドン。また金庫。先ほど手に入れた鍵で。おお。なんか出た。カッパを取りました。あれ、カッパやったんか。まあええわ。次行こう。コロネよ。何かね。先ほどの金庫だが、今、カッパを入手した。同じフロア内で、重要アイテムが2つあるとは考えにくい。
つまりもう一つの金庫はクソ情報の可能性が高い。なるほど、確かに筋は通っとる。こなけんど我々は視聴者さんの興味に応えんとあかん。その志であれば止めはしません。開けましょう。発展承知の助。お前が捕まるのも時間の問題だ。はだはは。あ、クソ情報学やった。ゲロイカの匂いがプンプンしますね。鍵を無駄遣いさせるとはな。さっさと忘れて次行こう。硬いやつ、とりあえず火炎瓶。とりあえずお風呂。硬いやつ相手も楽になった。貫徹線。カッパ取ったけん気にせんで。とりあえず扉。入って調べましょう。ピンチ。電話屋で。畳みかけられてますよ。無理せず。逃げるで。再生速度5倍。右に無限ループやったけん、ハンマーでこづいたった。コンデ召喚。格ゲオツ。キーホルダーを取りました。鍵のストックが2増える。これはありがたい。貫徹線。カッパのおかげで命拾いよ。風前の灯火なのに、随分と余裕ですね。さっき仲間の位置確認したら、目と鼻の先、じっくり腰を据えて、ノーダメージで扉入ったら、体力全開って寸法よ。これで一安心。では、仲間を探しましょう。金庫。鍵のストック4になったうちらは、余裕あるで。おこりんごのおばあちゃんに会ったかい？いいことがあるかも。肩叩きしてあげたおばあちゃんかえ。ろうそくをいただきましたしね。左、前、左、と進んでまた金庫。鍵はまだ余裕あるけん。動く岩の近くには、コナミマンがいるぞ。これはクソ情報っぽいですが。さっきのザレ事に比べればクソでも情報よ。鍵の数にも余裕できましたしね。というわけで、ここの壁が怪しい。ハンマー。壁ドン。何もありません。違ったか。こんなら、メガネでやんす。そんなバカな。おった。今開けるけんね。サンキュー、マイキー。君は、僕の、命の恩人だ。なんとか体力全開。捕らえられた仲間も、あと3人ですね。ここで半分か。小児の話。動画を前後編に分けたい衝動に、駆られとる。ここがふんわりどころ。あと半分、最後まで駆け抜けましょう。マーさんのような弱小チャンネル、後編になると、新規の視聴者さんはほとんど見てくれへんもんな。それもそうですが、何より、ここまでマーさんの動画にお付き合いいただいた、温かい視聴者さんのためにも、途中で一旦終わって、続きは数週間後です。なんて、がっかりにも程がありますから。それはある。頑張るで。よしよし。青の洞窟に戻ってきました。スパゲッティ。ではなくて、表に戻りました。ここを戻るということは、難関の吊り橋を越えなくてはなりません。ほなけんど、今の我々は前とは違う。火炎瓶。圧倒的な火力をあのコソ泥にお見せしたるわ。ストックさん、大丈夫か？ブーメラン泥棒来ました。冷静に火炎瓶。鍵儲け。また来た。もう一丁火炎瓶。さらに来た。やめろ。火炎瓶ゼロ。落ち着くな。逃げろ。覚えてよ。ない。迎撃だ。避けられた。なんなの？次こそ。シュ、めえ。お前もじゃ。なんとか無傷で、吊り橋を乗り越えましたね。結構あぶかった。カッパあるけ、滝も怖わないで。では、エスキモーのところまで行って、潜水服を使いましょう。タンクトップマイキー、氷の洞窟を行く。ヘルメットナイス。6倍速。一応エスキモーに挨拶。潜水服使って潜るで。こちら、ツインリー、ただいま、海の中、アイテム、発見。間違うた。方位やトランシーバー、使うたことなかったな。ほな、改めて。間違うた。伏せるんじゃない。上をしたら株を持ったんよ。普通に扉入ってもた。スーマリと一緒で、スーパーマリオ。ジャンプボタンで、浮かぶんやな。かなり被弾していますが。結構むずいん。これは、敵を倒すより、避ける方に集中した方が良さげ。水中樹で海産物倒そうとして、無理な動きになっているように見えますね。モアイ発見。この頃のコナミは、月あらばモアイ。今はよく知らんの。確かに、今のコナミサンドゲーム、よく知りません。受信機や。受信機を、取りました。別の水中の入り口あるけど、さっきのところを全部調べてから潜りに来るわ。そうしますか。マップ見た感じやと、下に行けるはずなんよね。こっから降りるんやろか。自らお釈迦に。やっぱちゃうかったか。しかし、それだと、どこから下に行くんでしょうね。もうちょい探してみるか。この辺から下行けそうな気がするんやけどな。そことか降りても、
またお釈迦ですよね。そうやと思う。こんなところに爆弾置いてみたりして。いろいろやるの大事。扉で酔ったで。よくぞここまで来たな。君に命を授けよう。嬉しいけんどね。韓流人からの1アップのプレゼントでした。まさかと思うけど。このオレンジのやつ。いい。そのまさかでした。めっちゃ悔しい。何周も探しましたよね。オレンジの上、乗ったよな。真ん中に着地してなかったんでしょうね。しょうがないです。次行きましょう。扉へゴー。ショーパンからの格ゲオツ。爆弾ボックス。間違えた。使えません。ポムボックスを取りました。ここもショーパン。格ゲオツ。はしご、取りました。これでスタート近くの天井行ける。ハンマー。アイスクライマー割りに行くで。天井当たー。ジャンピングハンマー。はしご。おったんか仲な。間がいるとは思っていませんでした。サンキュー、マイキー。僕の計算より2分。遅れだ。さてはこいつ、博士キャラ。メガネかもしれません。思わず仲間を助けてしもいたけんど、もう一つの水中の分岐先を調べていませんね。当然そちらにも向かうで。さっさと向かおう。先に調べておけばよかったですね。こればっかりはしゃあなしや。とりあえず下行くわ。一本道で扉だけやったか。助かりますね。左に扉。あ秘密兵器のジャンプシューズをあげよう。私には必要ない。あ、ついに来たで。みんな大好きジャンプシューズ。マーさんだけでは。フーニーズ1で使えなかったジャンプシューズを見事実装してくれたの。ジャンプシューズを取りました。当時めちゃくちゃ嬉しかった思い出よ。早く履きたいな。楽しそう。それでもまだ探索してないところもあるので、水中ステージをくまなく調べますよ。はいな。上機嫌。次の扉。この扉内は金庫の実でした。注意なされ。爆発によって出てくる扉もありますぞ。次行ってみよう。クソ情報にも負けず。あれから水中すべて回りましたが、めぼしいのは以上でした。地上にもんてきたぜ。海底を抜けると、そこは雪国であった。タンクトップマイキーもたくましくなった。では、行きますか。ワクワクのジャンプシューズタイムで。よー。これこれ。いかがでしたか？数十年ぶりのジャンプシューズは、いかがでしたかブログの口をやめ見た目にもここまで機動力が変わってくるのは、当時もなかなかに爽快でしたね。そうなんよ。これこれ。って何がこれなんだろう。孤独のグルメの石神井公園のカレー丼の口をやめい。では裏に向かいましょう。ここに戻るとマイキーのパワーアップをさらに実感できますね。ジャンプシューズで地形をほぼ無視できる。前は行ったり来たりで繊細なジャンプアクションを求められたけんど、今やジャンプ力に物を言わせて大雑把に強引に進める。この圧倒的なパワーアップがファミコンをやっていて楽しい瞬間ですよね。次に行くところは青の洞窟であった。スパゲティ。ジャンプで越えれん崖の先の扉やな。ありましたね。ここは後で行こうと言ってました。青の洞窟に行くということは吊り橋も1回じゃな。装備を変えて火炎瓶がゼロです。補充が間に合わんかったか。いろいろお世話になる火炎瓶。ここはパチンコでパチンコ初使用。存在を忘れる。来た。はっはっは。こちらに近づくこともできんよ。今回は余裕そう。フィンチの絵が撮れなくてすまんね。余裕すぎてちょっとイラッとする。2体目。火炎瓶なんぞやんかったんや。調子乗ってる。華麗な通常ジャンプ。身構える前にいや襲いかかってきた。近い。やめろ。ジャンプで避けた。許さん。捉えた。こうじゃ。ハートゲット。なかなかにアクロバティック。みんなも油断したらあかんで。うるさい。スパゲッティ到着。青の洞窟ね。火炎瓶とかもろもろ稼いでいこう。こんなもんでええか。例の場所に到着しました。こうやってみると届くか不安。行くでお見事。届いた安心感もつかの間、無慈悲なサソリの攻撃が続きます。ー。火炎瓶。だが5個しか持てない。一応調べる。ショーパン。格ゲオツ。ポムボックスを取りました。爆弾。火炎瓶来ないですね。もう確実に2箱は取り忘れとる。明らかにおかしい偏りですしね。ハンマー。壁ドン。何もありません。何もありません。こうなったら最後の手段。メガネでやんす。そんなバナナ。よく来なさった。ここはワープの部屋でござる。ワープ久しぶり。次元波動中撃出半期中薬力一つを狙うの。ワープな。そして丸太小屋へ。さすがは苦労したわ。
全然違う場所だぜ。今は裏にいますね。表からワープしてきたと。そうですね。ここから後半ステージ、敵がめちゃくちゃ肩当て強なる。要注意やで。火炎瓶。ボワー。これがなくっちゃやってらんねよく、来なさった。ここは、ワープの部屋で、ござる。え。まだワープは早いやつかな。仲間は、みんな助けたか ?6 人揃わないと兄には会えないぞ。まだです。試しにワープ行ってみるか。ちょっとだけよ。あわわ、これは見るからにあかんやつ。逃げましょう。丸太小屋で仲間探そうか。さっきこの見大使も、6人集めることを流していましたしね。下行ってみよう。洞窟探索から空き家探索に、建造物のステージは、自然の洞窟より安心して進める。早速扉ありましたね。仲間はおらんかね。この骸骨は、6回殴ると倒せるで。帰るで。おう、受信機。受信機を、送りました。奥に進んだら表に移動や。表へ号。とりあえずいろいろ動いてみるか。まずは左から。表、裏の移動が激しく入り組んでいるので、この辺りから記憶を頼りにした探索が厳しくなります。こわ、何あれ。徹底するならマッキングしながら探索をお勧めしますが、コロネは、多分覚えとる。そういいと思った。わ、頑張りましょう。あいよ。今は元気ね。出おった。めっちゃ肩とお手邪魔な敵。ゴーレムでしょうか。そんな見た目、なるだけ相手にしとうない。耐久力は多分14発ぐらい。このエリアではよく見かけるので、ものすごく邪魔をされる印象が強いですね。火炎瓶。倒した。まだまだ出ますよ。できるだけ逃げる。何もありません。メガネでやんす。メガネスで。また裏に来ました。表裏、行ったり来たりで混乱するわ。だから言ったでしょう。ここの扉は、調べたけど何もなかったん。何もない部屋も案外あります。右はすぐ行き止まりでした。とりあえず殺菌ところから、左側を調べようか。ゴーレムだらけです。さらに武装した骸骨も。こいつは突進してくるけん、ゴーレムよりあるし厄介や。こんな感じですね。ピロリロリロ。ピンチ。火炎瓶使うべきやった。端っこまで来たら、扉発展。体力ピンチやけど、帰る。真っ暗。ろうそく。一応調べたけんど、何もなかったので前進。床をこづいたら、穴が開いたのではしごで降りましょう。ショーパン。格ゲーをつ。火炎瓶や。ファイヤーボックスを取りました。ここで火炎瓶の追加は嬉しい。しかし体力があと少し。やば、コウモリ。狙い定められた。あかんかった。やられちゃいましたね。消費アイテムがゼロになりますが、コンティニューで、コロネ召喚。恥ずかしながら戻ってまいりました。冗談はさておき、鍵など必須アイテムを集め直しつつ、進みましょう。カイナ。ヨーヨーの方が倒しやすいんじゃね。そんなことを思って試しつつ、裏へ。ここでヨーヨーの再評価か。どうでしょう。いけるんじゃね。間合いを詰められると辛そう。かなり被弾しましたが、やっぱダメかもしれんね。ブーメランに戻して。試してみるのは大事です。メガネ野郎。悪口。ショーパン。格ゲーをつ。金庫。鍵がないですやん。さっきコンティニューしましたから。出直してくるか。取ってきたで。オツです。何もない。そして私も消えよう。永遠に。やけになるのは早いですよ。ここからマーさんは、今どこにいるのか。どこに行かんとあかんのか。完全に見失いました。とりあえず戻ってみるか。この扉から来た記憶。行き止まりやん。戻るしかないか。行ってみるとか。ここ入ったことあるな。やっぱり。ほな、どっち行ったらええねん。ここかな。めっちゃ戻ってきたやん。やはりマッキングすべきだったのかもしれませんね。ほんで、ようやくたどり着く、あの記憶に。初めてここ来た時、左から調べるとか言うて、ハーミリーちゃんにマッピングを勧められた。表、裏の移動が激しく、入り組んでいるので。それ、さっき聞いたやつ。めっちゃ迷ったわ。裏行って表行って、すぐに裏に行くみたいなの。把握できんかった。やはり厳しい。緑の丸太小屋。ようやく新規のステージに来れました。右から調べたら、すぐ行き止まりだったので左に向かいます。扉入りたい。敵のラッシュを火炎瓶で解決。
入りましょうか。はいよ。奥に進みます。ショーパン、格ゲーを何もありません。ジャンピングハンマー、はしご、上に行きます。何もない。メガネでやんす。信頼と実績のメガネ、鍵開けてみましょう。おう、アイテム久しぶり。防弾チョッキを取りました。ここ気になっとったんよ。フーニースイッチの2面っぽくない？前作ではここに爆弾仕掛けてアイテム出しとった記憶よ。どうだ？違ったか。ここかな？間違えたか。もう一声。ここだろう。あった。よくぞここまで来たな。君に命を授けよう。1アップであったか。ありがたくいただいておきましょう。こな、次は下の段調べるか。もう見失わんで。そうであってほしいです。長尺の動画素材をカットする作業はもう嫌ざんす。と、マーさんで言っております。早速扉ありますね。早く入りたいんだぜ。まだ左がある。気になりますね。多分行き止まりじゃろうが。行かざるを得ないのです。やはり。この入るか。地下に穴。はしご。なんも調べんと右に。よく来なさった。ここはワープの部屋でござる。水中にワープか。いろいろありますね。また水中面。カニが現れた。無駄な殺生はせん。タコおるけど避けれんで。被弾覚悟で行きましょうか。水中銃で敵倒すんむずいな。殺生はしませんし、すぐに扉が。やっとこそゴールが見えてきたか。カニを。なんで水中の敵は海産物ばっかりな。食べ物に見えてくる。右へ移動。おったで。案外あっさり。助けましょう。サンキュー、マイキー。あなたって素晴らしいわ。今回の水中、めっちゃ短かったな。ゲームの終盤ならではの空気感を感じます。もうすぐ終わってしまうな。って感じをビンビン感じる。緑の丸太小屋に戻ってきました。この丸太小屋ゾーンで行ってないのは、マグマ大使。ではなく、コナミ大使のいた、ワークの部屋ですね。戻るか。場所覚えてます？さっきの迷いまくった時に覚えたみたい。悲しみ。裏の丸太小屋です。戻ってきたぜ。この背景の色、安心できる。ここのワーク部屋は、もう覚えてしまいましたね。この敵倒すんに手間取るけん、強引に行っても。それもいいと思います。マグマステージ。初め来た時はショーにビビったけんど、来るべき場所と分かれば。もう行けるで。ドラゴンや。コナゴンだそうです。はあ、なんでもコナミキャラに、やりたい放題、案外好きです。コナミ大使並みに強引ですが、そこはスルー推奨です。うひょー、突然の火山的な。初見はもらいますね。30年前にももらったはず。どうせ次も来るやろうけど。ラムさん。ほっほっほ。もう絶対食らうやつですね。回避不能。さらにコナゴンの追い打ち。お釈迦目の前だぞ。逃げる。なんもない。メガネ使えません。がー、アイスクライマーパイセン。ジャンピングハンマーが冴える。はしご。へえ、もう、助けていいの？サンキュー、マイキー。俺の人生終わりかと思った。早くも助けてしまった。コナミさん、最後の方の仕事荒くないですか？もっと謎解きに苦しみたかったですね。そこは楽しみたかったと言って、完全なるゲームマゾ。謎から進めた時の快感ジャンキー。体力の最大値も最大やし、間違いなく最後の仲間を助けてしまった。この楽しみももうすぐ終わりますね。子供の頃のゲーム体験は、これの繰り返しだったな。もう終わりか、という空気を感じたら、あえて進めるスピードを緩めてみたり、ちょっと戻ってみたり。懐かしいですな。さらに上。雑魚が4体発生。コナゴン、厄介なので倒さずに進む。扉。マグマステージの終わりの予感。そんな予感がします。扉のみか。まっすぐ進む。左に移動。前進。ここには何もないがトランシーバーを探しなされ、きっと役に立つ。うっそ。役に立ったかな。ノーコメントで。2部屋戻りました。床ハンマー。はしご。下に移動。右に移動。よく来なさった。ここはワープの部屋でござる。マグマからワープ先はどこやろうか。ドキドキ。ここはあの辺か。20世紀少年みたいな言い回し。ほら、もったいぶらずに。スタート付近やね。戻ってきた。こっから右行ったら、一人目の仲間が幽閉されとった場所やね。ファミコン時代のグーニーズのような広大なマップを冒険して、終盤がスタート地点付近にあった。
このような演出はしばしば見かけましたが、何度体験しても良いものです。うちのチャンネルを見てくれている視聴者さんなら、この感覚、分かってもらえるはず。よろしければこのような演出で、他にも良かったゲームありましたら、コメント欄ででも教えてください。さて、スタート地点に戻ってきました。ということは、初めに気になっていた、あれ、ですね。あれや。帰ってきたぜ。この天井にはしごをかけるためによ。はしご。上に登る。天井裏は真っ暗。ろうそく。右に移動。よく、来なさった。ここは、ワープの部屋で、ござる。天井裏にワープや。早速扉が見えます。ここに来てアイテムもないやろうけど。鍵は余っとる。前回より面白いぞ。グーニーズ2。すべてを許そう。マーさんの個人的見解では、2の方が圧倒的に好きなようなので、ジャンプシューズもあるしな。装備変更や。ジャンプシューズに。ここからも硬い敵と戦わなあかん。このゲームでいっちゃん硬い敵。耐久力18発。火炎輪だと一発だそうですが、とにかく絶対相手にしたくない敵。やっと倒したわ。まだまだ出ますよ。また出た。もうや。暗い。うわぁ。ちゃんと一発でしたね。もっと火炎輪が欲しい。ジャンプシューズで洗いおっと。ジャンプ力3倍は伊達じゃない。上行こう。火炎瓶をくれ。おまはんでもええけん。火炎瓶をくれ。落とさないですね。今年の冬は断続的な火炎瓶不足で。はいはい。扉ありましたね。硬いやつ。暗い。いやー。間違うた。強引に行ってる。間違うたけん。とりあえず調べるか。はしご。年寄りは、メガネが、ないと困る。マイキー、メガネを、持っておるか？便利だぞ。さっきのおばあちゃん、いっちゃんはじめのパチンコんところにおったよね。ノーコメント。フラッテリーモモだ。ある種ラスボスのこの人、ゲームでは普通に雑として出演。耐久力4発。ジェイクやフランシスの2倍の体力はさすがや。ちなみに映画でフラッテリーママ役を演じた方は、グニーズの公開から3年後に、58歳という若さで亡くなってしまったそうです。そうやったんか。それっぽい扉を発見。守りが強固すぎるんじゃが。コツコツ行きましょう。あっち行け。あっち行きそう。チャンスかも。行くで。こっち来た。クマ。逃げ切った。よく、来なさった。ここは、ワープの部屋で、ござる。表からぐらい。再生速度6倍。部屋の端まで行ったんやけど、行き止まりやったけん。その間は早送りでお送りするで。扉。入る。とりあえずメガネ。メガネさんに任せておけば安心よ。はしご。下に移動。火炎瓶置いとるやん。ファイヤーゴッツを取りました。もっと早う欲しかったぜ火炎瓶。ここから火炎瓶が必要な敵がどれぐらい出るかですね。ケチランとバンバン使うで。ですね。次の扉です。一応奥も見てみたい。行き止まりでした。すっきり。ろうそく。ハンマーで壁ドン。扉に進みます。裏から表に移動。右行ってみるか。行き止まりでした。すっきり。またすっきり。ブーメランの小回りが効かないからか、思った以上に被弾。早く逃げたい。防弾チョッキのおかげでダメージはかなり低く抑えられています。そういえばさっき撮ったな。忘れていましたか？マーさんの記憶力は死んどるので。どんまい。ゲーム終盤でこの BGM が聴けるとは。最終ステージっぽいを用意しとると思わせて。懐かしのメドレー。正味の話、初見やとマグマステージが最後の難関やと思い込んどったが。なんとびっくり。すんなり仲間を救わせて、あっさり幕を閉じる。かなり意外でしたね。一つ前が入り組んどったけん、正直助かった。扉が2つ。ひとまず入るべ。床ハンマー。はしご。ろうそく。左へ。穴開いとる。はしご。年寄りは、メガネがまた出たで。ないと困る。マイキー。先回りして同じこと言うおばあちゃん。便利だぞ。おいともさせていただきます。おばあちゃんから逃げた。帰ってきた。先回りのメガネおばあちゃん。手強かったぜ。精神ダメージ。気をしっかり持って扉へ行きましょう。おうよ。左へ移動。ろうそく。ハンマー。壁ドン。前の扉。裏です。
いきなり扉が見えていますね。もうあそこに入るしかないじゃろう。おや、見覚えある思ったら、あの扉は初めてのクソ情報金庫の部屋。懐かしく感じますね。しかしこの作りは、完全にラダトームから見える竜王の書。そういうことですか、コナミさん。さっきラスボスのフラッテリーモモはしばいてきた。あとは人魚のアニーを助けるだけ。行くぜ。よく、来なさった。ここは、パークの部屋で、ござる。どこでもドア。水中ですよ。表です。過去最大のモアイス。敵も仕掛けもなく、モアイが並んでいる。いよいよですね。それはどこな。わかってるくせに。グオー。初めて見るでかい扉。これはもう、そのようやな。行きましょう。サンキュー、マイキー。私たちは、フラッテリーの挑戦に、勝ったのね。やっと、海に帰れるのね。マイキー、本当に、ありがとう。I love, マイキー。コナミ、万歳。グーニーズ、万歳。やり終えた。コロネ、今回はどうだった？そうやね。めっちゃ久しぶりで初見の楽しさ。こういった探索ゲームは昔でしか出せん味をしとると感じるけん、興味が湧いたらぜひ遊んでみてほしい。攻略サイトなし自力クリアは格別の味わい。今の環境では贅沢な楽しみやと思うわ。ほな、最後にこれ言うとこか。音声はボイスボックスを使用。コロネは四国メタンさん。ハーミー、メイメイひまりさんを使用しております。ご視聴ありがとうございました。